衛星ですね、キャラクリ画面だけでは終わらずにですね、その先がございますので、それにあたって注意点などもございますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、進化して自由度が増したキャラクリエーションについて徹底解説していきます。キャラクリですね、やはり自分の分身となるキャラクターになりますので、しっかり作り込んでいきたいところではあるんですが、ASE ではあまり項目がなくて変わり映えがしないキャラクターたちだったんですが、今回からですね、かなり自由度が増しまして、個性の出せるキャラクリができるようになりました。それにあたってですね、各項目のご紹介であったり、キャラクリをする上での注意点、そして私が作り込んだ美人キャラクターのレシピなどをご紹介していこうかと思います。衛星ですね、キャラクリ画面だけでは終わらずにですね、その先がございますので、それにあたって注意点などもございますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。本日の流れはこちら。まず各項目の内容を簡単にご紹介させていただいて、その後キャラクリのコツの部分とおすすめのレシピ、キャラクリのその先というところのご紹介と、それにあたっての注意点もご紹介させていただきます。こちらご確認いただいて、ぜひ気に入ったキャラクター作っていただければと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、各設定項目についてご紹介していきます。まずはですね、左下、サバイバーダウンロードっていうところに関しては、すでに作っているキャラクター、アップロードしているキャラクターをダウンロードして始める場合なので、キャラクリには関係がないです。続いて、セーブのところに関しては、リセットとしてセーブできるようになってますので、最後忘れずにしましょう。ロードのところに関しては、そのプリセットを読み込むというものになります。リセットをしていただくと、セットしてたキャラクターからデフォルトの設定に戻ります。ランダムをしていただくと、ランダムなキャラクターでできますので、一旦ここで目安を決めていただくのもいいかもしれません。右上行きまして、目のマークを押していただくと、キャラクターが中心に行きますので、最終チェックとかに使っていただくのがいいかなと思います。実際の設定項目としては、5つ、一般、頭、胴、腕、足で設定していくことになります。まず一般のところが名前、これ忘れずに入れましょう。忘れるとヒューマンになってしまいますのでね。こちらで性別が変えれます。相変わらず男性キャラはいかついですね。女性キャラで作っていきます。ボディテンプレートのところはノーマルの状態、細身のキャラクター、太っちょさん、筋肉質になります。細かい量は後で設定できますので、目安で使っていただければと思います。こちらは肌の色で自由に変えれるようになっていますので、好みで設定してください。こちらがサイズですね。バランスを変えずに大きさを変えることができます。続いて、縦軸、横軸になってまして、縦軸が脂肪の量、横軸が筋肉の量になります。一番左上にするとガリガリですね。左下にすると最大太っちょさんですね。右上にすると筋骨隆々。右下にすると相撲さんということになります。こちらでバランス見ていただけると。これも各設定項目の方で細かく設定はできるので、最初の目安にしていただければと思います。ボイスの部分に関してはですね、女性キャラ3つ、男性キャラ3つあります。切り替えていただくと声が出ます。この部分を押すと聞くことができます。一応女性キャラでも男性ボイスにすることもできます。ですね、各設定画面のところで、寄りたいとき、離れたいときあると思うんですけども、キャラクターのところでマウスホイールを回していただくと、このように寄っていったりとかです
逆に離れたりっていうのはできるようになっておりますので、焦点は顔になってますんでね、部分的によるっていうのは難しいんですが、こちらで見ていただくことができます。ここからは項目が多いので、ダイジェストでお送りいたします。
以上が各項目でした。全部0にするとこういうキャラクターが生まれます。この肩の筋肉は取れないんですね。続いてですね、キャラクリをしていく上でのコツのようなもので、私のキャラクターを作りながらご紹介していこうかと思います。ボディテンプレート、自分が作りたいキャラに近いものから選んでいただければと思います。これでいきますね。次にスキンカラーに関してはですね、これもお好みですが、今はだいたい普通の肌色にしますね。体格なんですけども、ちょっと小柄のキャラクターにする予定なので、このあたりですかね。サイズ感が微妙にわからないので、ここが難しいところですよね。これぐらいかな。後々ここは調整できますので、脂肪のバランスですね。苦手な方はこの辺で組んでしまった方が比較的わかりやすいのかなと思います。細かい調整難しいんでね。後々数値で調整しますので、このあたりは大体で大丈夫。ボイスは6にします。続いて頭なんですけど、とりあえずですね、髪型は坊主にしましょう。キャラクリするときは必ず坊主にして、髪あるとね、こういうバランスが見えなくなりますんで、だいたいキャラクリ、こういういじれるところは坊主頭があるはずなんで、坊主にしてから顔を作っていきましょう。目のサイズは後で作りますね。まずは顔のサイズから決めていった方がいいので、ヘッドサイズ。ある程度ね、他の体作ってからの方がいいところもあるんですが、小柄にしてるんで一旦0にしようかな。後々微調整はしていきますのでね。だいたい全体のバランスだったりしますので、細かく切り替えながらですね、数値で見ていただくと。へこますぎてもおかしいので、25ぐらいにしようかな。これ下の部分ですね。エラが張ったりしますので、ちょっと丸顔がね、作りにくいので、細くしすぎるとちょっとね、おかしくなるんでね。しゃくれもおかしいんですが、上顎もいじれないので、ここはバランスを見ましょう。35ぐらいしようかな。一応分かりやすいようにキリがいい数字で合わせようと思ってますので、顔の大きさですね。横幅の方になりますので、もうちょっとできたらね、丸顔にできると思うんですが、40ぐらいしようかな。これは頭の大きさになりますので、細すぎてもおかしいんでね。あとね、顔の縦とバランスがあるんで、一旦これぐらいにしようかな。ネックサイズですね。これ20ぐらいにしようかな。頭の縦の長さになりますので、小顔キャラ作りたいんで、こんな感じでいいかな。どうしてもちょっと顎が張ってしまうんで、あまり丸顔が作れないんでね、少しシュッとした感じ。首の長さになりますので、ね、縮めすぎてもおかしくなりますので、ね、後でちょっとこの辺の筋力と合わせてになりますので、後々調整できればと思います。一旦30にしようかな。ここは切りよく10にしようかな。顔サイズはこんな感じでいいかな。目を決めていくと。顔のサイズに合わせて、黄金比とかもあるんですけど、細かい設定はできないので、目の太り具合、どういう風にするとおかしいので、バランスを。だいたいこの目の内側が、この鼻の頭のあたりによるぐらいと、ちょうどいいバランスになりますので、そのあたりを目指していただければと思います。ここばっかりはちょっと数値ぴったしっていうわけに、30ぐらいだとちょうどいいかなと思います。目のサイズが15ぐらいかな。こんな感じですかね。目の色はですね、自分の場合はちょっと魔法の目を意識しているので、青い目、こんな感じですね。あとは、顔の筋力0でいいかな。首も0でいいかな。0はちょっとおかしいな。完全に0にするとバランスがおかしくなりますので、バランス的にこんな感じですかね。顔が40のネックが30。では最後は頭ですね。今回髪型はこれでいきます。長さはロング。ここはまあお好みでいいと。頭の方は黒っぽくして、先の方は白くします。後々ご紹介しますが、ここですね、色のバランスになるんですが、これ単色にしてもいいんですけど、ここ後々変えれなくなりますので、ご注意ください。一旦色入れて、バランスね、これぐらいかな。白くしときます。これぐらいですね。数値はないんで、ちょっと見た目で選んでいただければと思いますが、髪色はね、お好みで入れていただければと思います。バランスは65ぐらいにしました。続いて眉毛ですね。眉毛はありなしだけなんで、こんな感じですね。色は、ここはもう白でいきます。髪色と合わせておきますね。後々ちょっとまた体とバランス合わせていくと思いますね。次、胴体ですね。胸のサイズはね、大きくするんですけど、大きすぎるとね、背中も出ますので、バランス見てですね、
70ぐらいかな。ここはですね、サイズと筋力と脂肪のバランスになってくるので、バランス見ながらですね、決めていただけるかなと思います。筋力は割と形になってきますのでね、胸はこんな感じでいこうかな。最後、数値ですね、まとめてご紹介しますので、また後で調整すると思いますので、他のとこ決めるときにはどうするの紙で隠れたりしますのでね、ショルダーはね、後でいいんですけど、20ぐらいにしようかな。大きすぎるとおかしいのでね、10ぐらいにしようかな。こんな感じで、お腹のところですね。ここは0でもいいかな。胴の長さは短くしましょう。これぐらいですかね。10ぐらいにしておきますね。これもちょっとバランスになってきますので、後々また変えていきますね。ここからですね、首のあたりのマッスルなんですが、このあたりかな。他のところが出ますのでね、背中のマッスルですね。ここは0で、基本的には筋力あまりない感じにしていきます。リアルと一緒で筋力あんまりないとね、逆にちょっと贅肉が出てきますので、お腹とかはね、これぐらいかな。脂肪との兼ね合いもあるので、後で調整しながらですが、80ぐらいかな。単純に0にすればいいっていうものではないのでね、50ぐらいかな。この脂肪が40ぐらいかな。数字切りよくしておきますね。胴体こんな感じですね。腕ですね。ハンドサイズ、ちょっと小さいぐらいかな。小さすぎてもあれなので、20ぐらいかな。次に、上腕ですね。30ぐらい。他のバランスがあるんで、ここも20ぐらいかな。長さですね。足のバランスもあるんですが、一旦20ぐらいにしましょうか。胴とのバランス考えるとですね。筋力。ちょっと細かいんで、ね、一旦全部なしにしますね。後で脂肪を見てからしますね。ゆっくりしたいところではあるんですが、10ぐらいでいいかな。ここがちょっと抜けないのでね、もうちょっと落ちてほしいと。こんなところですね。足いきますね。フットサイズは小さすぎるとおかしいので、35センチにしようかな。センチなのかどうかわかんないけど、太ももも20ぐらいかな。ふくらはぎも20ぐらいかな。で、長さは、一応バランス取るんであれば、だいたいですね、手と足の長さを同じぐらいにしておけばいいかなと思います。あと筋力ですね。一回筋力は0にして、とりあえず脂肪からですね、ここまで来るとおかしいので、50ぐらいかな ?20 ぐらいかなこんな感じ。40ぐらいにして、ちょっと筋力でバランス通して。はい。ではですね、バランスもとって完成しました。こういう感じですね。ちょっとね、表情があれなんですけども、今現状でセットできる範囲ではこういう感じになっております。ちょっとこの辺はね、ボットが出てくるのがですね、楽しみなところではあるんですが、バランス的にもうちょっと腰だけ、お尻だけ大きくなったらいいんですけど、全体的にちょっと動いちゃうんでね、こんな感じになってます。一応数値的に行きますと、まず頭、上から行きますね。目が15、ウェイト30。ヘアはちょっとお好みでしていただいて、サイズがこんな感じですね。次、胴体ですね。上からこういう数値になっております。腕がこうですね。足がこういう感じになっております。筋肉のつきとかはですね、やっぱり足とかはね、体支えてるんで多少筋力あるはずなの
でね、実際のリアルと同じような感覚で捉えていただければ作りやすいかなと思います。腕と足のバランスに関してはですね、これ25、30になっているんですが、それぐらいか同じぐらいかぐらいにするとちょうどいいバランスになりますので、ちょっと胸を大きくするのに、この辺のバランスがちょっとおかしいんですけど、一緒にこの辺も増えちゃうんでね。もうちょっと顔を小さくしたいんですけど、これが限界なんで首の長さとかね、そんな感じになってますね。作ったらね、セーブ忘れずにしましょう。ただ、ロードのところですね、削除が特にないので、これずっと溜まっていくのかな。気になるところですね。衛星ですね、ここで終わりません。一旦クリエイトで。ではですね、キャラクリのその先へというところでですね、ゲーム内に入ってきました。衛星ですね、キャラクリ、ここで終わりません。少し冒険を進めてからにはなるんですけども、まずですね、ハサミを持ちます。切ります。右クリックでこのようなエディット画面になるんですが、ヘアスタイルはですね、今出ている通りになります。ちなみにですね、ASE の方で実績解除で髪型が増えるっていうのがあったんですが、それに関してはですね、いくつか席解除してみたんですが、増えなかったので、今現状では特にないようでございます。ちなみにスキンの解除もなかったです。後々ちょっと増えていくかもしれないですが、今現状はないようです。髪型の変えるのと長さ変えるっていうのはいつでもできますし、ASE と違うのは坊主にならずに単純にその髪型になります。髪が伸びていくっていうのがなくなりましたね。さらにですね、ASE で変わったところとして、カラーがですね、まずペイントがめっちゃ増えました。これ全色ですね。かなり増えてます。ほぼほぼ恐竜色。恐竜のイベントカラーとかも含めたカラーリングになっております。それにあたってベリーとかも増えてるんですが、その辺はまた後々ご紹介させていただきます。これでですね、色を変えることができます。そのまま色がつきます。ちなみに髪色白くなくてもですね、色つきますんで、そこはご安心いただければと思います。ちなみに髪色染めてもですね、死んでもその色残ってますんでご安心いただければと思います。ここで細かくですね、髪色を変えることができるようになっておりますので、さらにですね、デフォルトのカラー以外でもペイントでさらに色を入れてですね、作る必要はあるんですけども、ヘアカラーをセットすることができるので、かなり色があるんでね、それぞれ個別にですね、していけるのではないかと思います。ここのヘアカラーに関してもですね、もちろんツートンになっておりますので、このように色の組み合わせでですね、かなり人それぞれの個性を出していけるのではないかなと思います。ここにあたって繰り返しがつかない部分なんですが、ここのヘアカラーツートンのバランスですね。これに関しては、ハサミでは変更ができなくなっておりますので、最初のセットの段階で組まないと色が組めないということになっております。それで決定をしていただくと髪色が変わります。こういう感じで髪色染めてできるというものになっております。最初一色でいくとしてもですね、後々色変えるにしてもですね、このツートンの部分は後々バランスは変えれないものになるので、最初の段階である程度考えていただいていた方がいいです。ローカルで試してみるのも一つです。ちなみにカラーですね、全部手に入れるコマンドはこちらです。Give Colors 100ですね。これで全部手に入ります。これも概要欄に貼っておきますね。ローカルで一回試してみたい方はぜひご活用いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、進化した ASA の自由度が高いキャラクリエーションについて徹底解説させていただきました。かなりね、項目が増えておりましたので、ちょっと時間が長くなってしまいましたが、キャラクリの注意点とおすすめのレシピの方もご紹介させていただきましたので、ぜひですね、ご活用いただいて気に入ったキャラ作っていただければと思います。もちろん今までの奇形キャラみたいなものも作ることはできますので、それぞれ個性を出していただいて、後々ですね、髪の染めるところもですね、していくと
かなり色が多いんで、それぞれ個性出してですね、サバイバルしていけるかと思いますので、ぜひご活用ください。紙のウェイトの部分に関してはですね、後々変更できないので、その辺だけ最初ご注意いただければと思います。次回少し建築の方もですね、迷われる方多いかと思うので、その辺のお話をしようかなと思っております。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。